よいしょ。はい、皆さん、ようこそこちらのトークへいらしていただきましたということで、こちらのトークですね、ステートオブネームスペースの話を、始めます。よろしくお願いします。はい、名前はタゴモリスです。いろいろやってますっていう話と、浅草 RB の方からやってまいりましたっていうのですね。去年の8月からですね、桜インターネットという会社で働いておりまして、こちらで桜のクラウド、というサービスの、プロダクトマネジメントを担当しています。で、大事なことですけれども、桜インターネットではですね、絶賛採用中で、でして、はい、コンクリから OSS までですね、何でも、ポジションありますので、もしちょっと興味があるっていう方いらっしゃいましたら、ぜひどんどん声をかけていただけると嬉しいです。会場ですね、Ruby 会議の会場に、元 AWS の SA です、の荒木さんが、クール、今来てるのかな来てるはずっていうのと、あと、僕もトレジャーエイ同僚だったので、リピーテッドリーですね。彼が、今月から桜インターネットに入りまして、会場にいるはずです。声をかけてください。で、あと、桜インターネットですね、3日目に、打ち上げっていう形で、イベントを、企画しています。もうちょっと予約、申し込みいっぱいになってはいるんですけれど、ちょっと枠を調整するかもしれないので、今ちょっと補欠の上の方にいる人はちょっと諦めないでいただきたいなって思っていますっていうところです。で、こんな感じでですね、ちょっといろいろ仕事をやっていると、去年の年末にですね、末にですね、サトシーズという字って言われたりですね、するんですけれども、なんかいろいろ仕事をしています、最近は。はい。今日のトークですけれども、はい。まずネームスペースとは何ぞやっていう話と、去年のRuby 会議から、今年の Ruby 会議、今日ですね、に至るまで、どんな感じでいろいろ何かをやっていたかっていう話。で、ネームスペースに関連してですね、クラス定義がどういう、データとして扱われているかっていうことを説明した上で、この1年間、いろんなことがあったので、そのあれやこれやの話を、します。で、あとプラスして、今後何をしないといけないかっていうあたりの話をしますということです。で、ネームスペースなんですけれども、初めて聞かれた方もいらっしゃるかなと思うんですが、ネームスペースっていうのは、今私が提案している、Ruby に対して提案している機能で、アプリケーションやライブラリを隔離された、空間に閉じ込めるというような、機能です。これによって、アプリケーションやライブラリを、その空間の中でロードして、その中で行われた変更を、その空間の中から、外に対しては隠すということですね。で、ネームスペースの中のメソッドは、が呼び出されたら、そのネームスペースの中に定義された、定義とともに、動くというものです。大雑把な説明をしますと、今ですね、今現在は Ruby っていうのは、一つの、プロセス全体に一つの空間しかありませんということで、すべてのクラスやモジュールは、この Ruby プロセス全体で共有されます。で、例えば、今右側の方に、DB クライアント V2 っていうのがありますけれど、すでにこれが例えばすでにロードされちゃっていると、ここにさらに、DB クライアントのバージョン3ですね、違うバージョンの同じライブラリの違うバージョンをロードしようとしたりしても、定義が衝突してうまく使えないということで、が起きてしまいますと。で、これをどうにかしたいということですね。で、ネームスペースを作ると、プロセスの中にこのネームスペースっていう隔離された空間ができます。ネームスペースの中で、ロードされたアプリケーションコードやライブラリコードは、例えばオープンクラスとかをしても、その影響はネームスペースの中に、閉じられますということで、ネームスペースの外ならですね、同じライブラリの別のバージョンとかが、読み込めるようになる。ネームスペースの外だとか、あるいは別のネームスペースなら、同じライブラリでも、別のバージョン、同じライブラリの同じバージョンでもいいんですけれど、が読み込んだりできるようになるというのが、ネームスペースの機能です。もちろんですけれども、ネームスペースの中にあるアプリケーションとかを、アプリケーションやライブラリをネームスペースの外から呼ばれた場合は、普通に呼ぶことができます。で、呼ぶことができるんですけれども、ネームスペースの中のメソッドは、動くときは、ネームスペースの中の定義を全部参照して動くという形になっていて、これはあんまり直感に反しない挙動かなというふうに思っています。で、ネームスペースの機能自体はですね、去年の Ruby 会議で話をして、その時のスライドとか、ビデオがあるので、気になった方は、ちょっとこちらを、見ていただけるといいかなというふうに思います。というのはですね、ネームスペースの機能自体は実は去年の Ruby 会議から、今に至るまで、一つも変わっていなくてですねで、じゃあお前は、この Ruby 会議からですね、何をやってたかっていう話なんですけれども、デバッグをしておりましたひたすらデバッグをしておりましたということで、どんな感じだったかっていうとですね、Ruby 会議2024、去年の段階ではデモコードは動いたり、たまにセグ V を起こしたりと
いうような状況でしたというのと、CI、Ruby の、CI、テストですね、テストの集合ですけど、テストオールっていうのがあるんですけれど、これを走らせても、途中でセグビが起きて、止まってしまうみたいな状況が、去年の Ruby 会議でした。で、8月ぐらいにですね、デモコードはもう常にちゃんと動くと。で、このメイクテスト、テストオールを走らせると、最後までは行くけれども、いくつか、失敗があるっていうのが、去年の8月ぐらいの、段階の状況でした。で、去年の8月にですね、ちょっと話す時があって言ったんですけど、まだ作業中なんだけれども、おおむねあと1個セグウェイ潰したらいけるんじゃないかな、3.4 みたいなことを、この時は思っていたわけですよ。でテストオールがですね、最終的に通った全部通ってグリーンになったのが、10月でした。これは、すごい嬉しくてビールを飲みに行きました。で、ただしメイクチェックっていうさらに広い、範囲の、テストの、ターゲットですねがあるんですけど、これは、失敗するという状況で、これ10月の末だったか11月の頭ぐらいにちょっと Ruby3.4 に、マージするのを諦めましたっていう宣言をちょっとあるところで出しましたというのがありました。で、メイクチェックが通るようになったのが今年の1月で、さらにメイクエグザムっていうもうちょっと広い、範囲の、テストターゲットが相変わらず落ちているっていう状況で、この間に Ruby3.4 は出てしまったんですけれども、はい、マッツがですね、ちょっとあちこちで話すたびに、サトシis too busy recently って言って、なんかだんだん面白くなってきてですねそんなことがありました。で、現在なんですけれども、メイクエグザムがまだ実はちょっと落ちてますという状況で、何がどう落ちてるかは分かっているんですけれども、落ちてますという状況です。で、去年の Ruby 会議のデモコード、そういえばあるなと思って動かしてみたら、実は動かない状況になっててこれ別になんか交代したわけじゃなくて、なんかいろいろチェックが追加されたので、そこにちょっとコーナーケースで引っかかるようになっちゃって、ちょっと待ってるみたいなのが今の状況です。はい。で、これから先の話をする前にですね、クラスの定義っていうのが Ruby の中でどうなっているかっていうような話をしていこうと思います。で、C なんですけれど、要するに、はい、Ruby のクラス定義っていうのは、まずR クラスっていうのがあって、これは、クラスオブジェクトに対応するバリューですね、なんですけれども、R クラスと実はもう一つ、クラス EXT、RB クラス EXT ストラクトっていうのがあって、これが2つ合わさって Ruby のクラス定義を、構成するというようなことになっています。で、Ruby のクラスオブジェクトが渡ってくると、この2つを合わせた R クラス &RB クラス EXTT っていう構造体があって、こいつにキャストしてやると、R クラスと R クラス、クラス EXT 両方にアクセスできるっていうような、なんか謎の、メモリレイアウトになっています。で、R クラスとクラス EXT はメモリ上で、くっついて、存在するということですね。で、Ruby3.4 では R クラスが左側、クラス EXT が右側なんですけれど、大体こんな、構造になっています。細かくは別に見えなくていいんですけど、ネームスペースの、ブランチでは、今、ビャって、右側が、上に突き抜けたんですけれど、こんな感じの、構造になっています。で、むやみやたらに別に増やしたわけではなくて、R クラスの方にあったものはちょっと実は クラス EXT の方に追い出して、R クラスの方では、クラス EXT を複数持つための、データ構造をちょっと今いろいろ入れてますということと、右側、クラス EXT の方は、ネームスペース、どのネームスペースで定義されたかっていうのが、新しく入ってはいるんですけれど、あとはスーパーとか、メソッドテーブルとかは、R クラスにあったものを、移しましたっていうのと、真ん中あたりのは、サブクラスに関するデータなんですけれども、これはちょっとデータ構造を、いろいろいじってますっていうのと、一番下の方は、R クラスにあった、フラグですね。ちょっとフラグっていうのを埋め込むことができるようになってるんですけれど、そのフラグが R クラスにあるとちょっと都合が悪いので、クラス EXT の方に移してますというものです。で、ネームスペースは、クラス定義をですね、ネームスペースごとに持つことができるので、同じクラスのクラス定義を、別々のクラス定義をネームスペースごとに持つことができるので、ということはどういうことかっていうと、ネームスペースごとにクラス EXT が存在するというような構造をとっています。で、何もしないと最初にできるのは R クラスと、それにくっついたクラス EXT。僕の中では、これを、プライムのクラス EXT って呼んでるんですけれども、R クラスとプライムのクラス EXT が一つだけできますと。で、ネームスペースができて、その中でクラス定義が変更されると、クラス EXT が、シャローコピーされてですね、シャローコピー、クラス EXT がコピー、作られて、その中に、クラス EXT の中に入っている各値がシャローコピーされて、コピーされるというような構造になっています。なので、ネームスペースが増えて、その中でクラス定義が変更されるごとに、クラス EXT がボンボンボンと増えていって、そこのクラス EXT に対する参照を R クラスの方で持つというような構造になっています。
クラス EXT の構造を見てですね、データをシャローコピーすればいけるじゃろうと、この時は思っていたわけですよ。で、何が起きたかっていう話をいろいろしていくんですけれども、まずオートロードです。で、オートロードはネームスペースの話が分かりやすいので、まずちょっと例に持ってきました。で、普通にオートロードをやるとですね、まずオートロードセットってやると、セットが参照されたときに、実際にこのセット .so が、リクワイアされて、で、セットの実態が定義されるというような、機能がオートロードです。で、これの、実装を見るとですね、オートロードセットってしたときに、まずコンストテーブルですね、定数を、保持している、テーブル、これもクラス EXT にありますが、あとインスタンス変数を保持する、IV ポインターっていうものがあって、ここに、オートロードテーブルっていうものが、作られて、保管されているので、そこの中にデータが入ります。で、あとセットが実際に参照されたときには、リクワイアセットが呼ばれるんですけど、これは実際には、RB ファンコールっていう、Ruby レベルでのメソッドを、コールするための、C 関数ですね、を使って、リクワイアを呼び出して、セットを実際にはリクワイアするというような流れになっています。で、オートロードのことを考え出す前にですね、もう最初からクラス EXT のコピーとか、RB ファンコールしたときにネームスペース、その対象のネームスペースで、対象のメソッドを呼び出すとかは作っちゃってたので、これ見たときに、なんだって、別にオートロードで特別何もすることないじゃん。と、この時は思ったんですけれども、実際にですね、ネームスペースが一つで、この一つのネームスペース内でオートロードの呼び出しとかセットの参照が行われる分には全然問題ないんですよ。普通に動くんですけれども。ルートネームスペースってやつでオートロードっていう、セットのオートロードっていうのは実際にはちょっと走るんですけれど、これをただですね、参照するのがルートのネームスペースじゃなくてですね、メインのネームスペース、別のネームスペースで参照された時が問題でですね、これをどうしようかって考えたんですけれども、普通にやると、メインのネームスペースで参照されて、メインのネームスペースでリクワイアが行われて、セットの定義が作られます。で、セットがちゃんと使える。めでたしなんですけれど、この後でですね、ルートネームスペースの側でセットが参照されたらどうなるでしょうっていう話で、オートロードセットをオートロードした時のエントリー、オートロードエントリーは、もうメインネームスペースでセットを呼び出した時に使われちゃって消えちゃっているので、ルートネームスペースでオートロードを、発動することができなくてですね、ネームレイが起きちゃうっていう問題が起きちゃったんですね。あれダメじゃんっていう。じゃあちょっと待てよと思って、メインネームスペースでセットの参照が起きても、もともとオートロードが呼ばれたのは、ルートネームスペースなんだから、ルートネームスペース側でリクワイアして、セットの定義をしてもらうようにすればいいじゃん。と思ったらこれもダメでですね、ルートネームスペースでセットの定義ができても、メインネームスペースにこの時は、できてないので、ネームレイが起きちゃうんですよ。っていう問題が起きて、やべえどうしようって思ったんですけれど、しょうがないので、すごい頑張って、メインネームスペースでセットが参照されて、かつオートロードがまだ行われていなかった場合は、メインネームスペース内にオートロードの定義をディープコピーして、で、メインネームスペースの中でオートロードセットが呼ばれたのと同じような状況をまず最初に作ると。で、作った上で、メインネームスペースでリクワイアが行われて、メインネームスペース内にセットが起きる。いうようにすれば、ルートネームスペース内のオートロードテーブルは、消費しないままなので、ルートネームスペース内でセットが呼ばれても、オートロードもちゃんと動くというような感じで、最終的にはめちゃくちゃ複雑な、処理をやることになりましたという感じで、ネームスペースというもので、定義を複数持てるようになると、すごい単純なオートロードだったはずなのに、なんか結構こんな複雑なことをやらないといけなくなるみたいな、問題が、要するにオートロード以外にもあちこちで起きるというようなことがありました。あとですね、Ruby バージョンっていう定数があって、これは多分皆さんあんまりご存じないと思うんですけど、Ruby の 3.5 からですね、入った、トップレベルに Ruby っていう定数があって、その下に、バージョンっていう定数があるものですね。この Ruby コロンコロンバージョンっていうのは、今普通にある Ruby アンダースコアバージョンと、全く同じものを、返します。で、これに関するテストはですね、なんかある日、Ruby のトランクにリベースした後、これに関するテストがセグウェイを起こすようになった。なんでって思って見に行ったんですけれど、テストコードの中でこの Ruby コロンコロンバージョンっていう定数を削除して、なんか特定の値をセットし直したりしてるんですね。でも別にそれだけだったらクラッシュする理由なさそうなのになんでなんだろうなと思って、探しにいろいろ調べに行ったわけです。で、コンストテーブルです。定数テーブル何をやっているかっていうと、クラス EXT コピーしたときに、このコンストテーブル、中身は ST テーブルなんですけれど、ST テーブルっていうのは、Ruby でいうハッシュの、を実現するようなものの、C の構造、データ構造ですね。なんですけれども、これを、コピーすると。で、その中の、キーと値は、別にコピーしなくてもいいじゃろうと思って、そのまま参照をパッと渡してしまっていて、これでいいじゃろうってその時は思っていたんですけれども、何が起きたかっていうと、
このクラス EXT をコピーした後で、右側のそのメインのネームスペース、プライムじゃないクラス EXT に対して、定数を削除していたんですね。で、定数の削除っていうのは起きると、定数テーブルの中のですね、バリューに当たる、バリューとして入っているものをフリーしちゃうんですね。で、これがフリーされちゃうと、でも、プライムのクラス EXT の側では、別にその定数は定数テーブルの中にまだ生きてるので、残っちゃってるんですよ。なので、GC とかなんかのタイミングで、この定数テーブルの中の値が、参照された瞬間に、セグビが起きるというような問題が、起きていたということですね。でこれを調べるときに A さん、アドレスサニタイザーですね、去年の Ruby 会議で発表がありましたけれど、これが非常に役に立ちましたということです。結局どうしたかっていうと、クラス EXT をコピーするときに、コンストテーブルの値ですね、もう diff コピーするようにしたということで、これは実態としては RB コンストエントリー T っていう構造体なんですけれど、この値もコピーして、クラス EXT をコピーするときに、この値もコピーする形でdiff コピーを行ってやったら、プライムのコンストテーブルと、プライムじゃない方のクラス EXT のコンストテーブルが、それぞれ独立したものになったので、変な副作用が起きなくなったというような事件があったりしました。はい。他の話としてはですね、キルド9っていうのがあって、キルド9っていう、9番っていうのは何かっていうと、シグキルの、シグナル番号ですね。で、つまり、皆さんがキル、ダッシュ、キルってやったりすると、9番のシグナルがプロセスに飛んでいって死ぬ、そのプロセスはズバッと殺されるっていうことなんですけれど、これと同じことがですね、メイクエグザムを実行すると、なんかよくわかんないタイミングで起きる。で、これ MacOS で、僕の手元で開発してる時に起きたんですけれど、で、これが出るとですね、クラッシュリポートも出ないし、バックトレースも出ないし、突然キルド9だけ出て、バツッと落ちるっていう状況で、なんじゃこりゃっていうので、ちょっと調べてました。で、Linux でも同じことが起きるのかなと思って調べたら、Linux はどうも、これは起きなくて、その代わり、なんかよくわかんないタイミングでセグ V する。よくわからないタイミングでセグ V して、しかも、なんかクラッシュリポートもなんか内容がぶっ壊れてるし、バックトレースも内容がぶっ壊れてて、なんかものすごくおかしい状況になっているということです。何なんだろうなって思ったんですけれど、やっぱり困った時のプリント F って感じで、プリント F をあちこちにぶち込んだところ、テスト ERB、テストアンダースコア ERB っていうテストケースを実行すると、これが起きるということが分かりました。で、何なんだろうなってことで、さらにRuby のコードと C のコード、100個ぐらいですね、バーってデバッグプリントを大量にぶち込んで、調べたら、CGI すらエスケープっていうのをリクワイアしてる。で、これは普通に通ってる。でその後で ERB すらエスケープっていうのをリクワイアしてる。これをした瞬間にキルされるというのが、起きていることが分かりました。で、これは両方とも、拡張ライブラリ、エクステンションです。要するに、ネイティブ実装された拡張ライブラリですね。はい。で、ネイティブ実装された拡張ライブラリをネームスペースでロードするときに何が起きるか、何が起きているかっていう話なんですけれど、まずネームスペースは、別々のネームスペースで同じライブラリをそれぞれに読み込めないと困るので、困るんですね。なんですけれど、拡張ライブラリ読み込むときに使っている DLOpen っていう、システムコールは、一つのファイルを一回しか開いてくれないんですよ。なので、例えばネームスペース A で一回ある拡張ライブラリを読み込んで、その後ネームスペース B 用に同じファイルを DL オープンしようとしても、これ単に無視されちゃうんですね。で、ファイルがロードされない、ネームスペースの中に。これは困る。で、どうしようかなって考えたんですけど、この拡張ライブラリのファイルを、ファイル名のベースネームと、ネームスペースを使ってコピーしちゃえばいい。で、コピーすると、例えば A っていうネームスペース用には A_util.so っていうファイルにコピーしてから DL オープンする。で、B っていうネームスペースには B_util っていう名前に、コピーしてから、DL オープンする。実際にはもうちょっと他にいろいろ付け加えてユニークになるような名前にしてますけれど、こういうことをやって、ロードすれば、ネームスペース A にもネームスペース B にも、同じライブラリがロードできて、万々歳、めでたしめでたし、と、この時は思っていたんですけれども、実際にはですね、これ完全にアホの仕草で、ベースネームとネームスペースを使ってファイル名を組み立てていたので、CGI/escape と ARB/escape が同じファイル名になってたんですね。間抜けとしか言いようがない。で、最初の、CGI escape を読み込むと、A_escape みたいな名前になって DL オープンして、これは普通に成功します。で、その後 ERB/escape をロードしようとしたときに、同じ A_escape っていうファイル名に上書きしちゃってたんですね。で、
もうすでに DL オープンされている、拡張ライブラリを上書きして、で、さらにそのファイルに対して DL オープンを呼ぶと何が起きるかっていう話で、そんなこと誰もわかんない未定義動作なんですけれど、MacOS では、シグキルでいきなりバツッと殺されると。で、Linux の場合は、なんかよくわかんないけど、そのまま通り過ぎて、その後で、よくわかんないタイミングでセグウィが起きる。セグウィが起きて死ぬというような、状況が起きていたということがわかりました。ということで、当たり前の話なんですけれども、フルパスを使おうねっていう話ですね。リクエアするときのフィーチャーネーム、ここで言うと、CGI すらエスケープとか ERB すらエスケープ。これの、フルパスを使って、ファイル名を組み立てるようにしたら、普通にうまく動くようになりました。めでたしめでたしっていう話です。はい。あとですね、いくつかネームスペースの開発をやっているとですね、MRI の CLB のバグを見つけてしまいましたというのがいくつかあって、これもすごい悩んだやつなんで、ちょっとご紹介したいということです。で、ネームスペースの管理には、ちょっと内部的にスタックを1個作って、1個じゃない2個実際には2個なんですけど、作って管理しています。で、このスタックに現在のネームスペースっていうやつを、プッシュしたりポップしたりして管理してるんですけれど、ある日、なんかポップが多すぎる。もうないのにポップしようとしてエラーが起きる。いうことが起きてるんですね。なんでなんだろうと思って。で、ネームスペースのプッシュとポップは、CLB の RB エンシュアっていう関数。これはRuby でいう begin、begin エンシュアですね。と、ほぼ同じような、動きをするので、プッシュとポップは必ず同じ回数起きてないといけないはずなんですよ。でもなぜか、ポップが何回も起きてる。おかしいなと思って調べていったら、プッシュした後、実行される処理。これは、Ruby のコードも途中間で動くんですけど、Ruby のコード、プッシュした後動いた Ruby のコードの中で、コンティニュエーションが、走ると、なぜかその後にあるエンシュアが、コンティニュエーションが走るごとにエンシュアが呼ばれるっていう、なんか謎の挙動を示していて、これのせいで、プッシュ1回に対してポップが何回も実行されるみたいなことが起きてました。でこれはバグ20655っていうやつで報告をして、もう直していただきましたということです。ちょっとこれ僕全然直し方分かんなかったんですけど、直していただきました。ありがとうございますということで、Ruby3.4 では直っているはず。確か。はい。で、また別の問題があって、CME、コーラブルメソッドエントリーっていう、詳しい内容は省くんですけど、メソッドキャッシュの一種ですね。コーラブルメソッドエントリーっていうやつがあって、でこれのオーナーが、クラスでないといけないんだけれども、なぜか、モジュールになるっていう、バグを踏みました。でこれがなんでなのかっていうのは、いろいろ調べていったんですけど、全然分かんなかったんですけど、すごい調べるとなんか分かって、まず、カーネルリクワイアで起きたんですけれど、カーネルリクワイアを、リファインして、リファインメントで上書きしているっていう状況で、このカーネルリクワイアをエイリアスして別の名前にエイリアスした後で、カーネルリクワイアを、再定義して上書きする。エイリアスとその後のメソッドの再定義っていうのは皆さんよくやると思うんですけれど、特にリクワイアを置き換えたりするときとかにみんなよくやると思うんですけれども、これがさらに、カーネルリクワイアが、リファインされていると、この時だけ起きるっていうバグで、すごい、リファインメントは大変だなって思いましたっていう感じですけれども、このインプリシットリファインメントっていう、ちょっと、テクニックをネームスペースの内部で使っているので、このバグを引いてしまったっていうやつです。で、これも、ちょっと直していただきました。ありがとうございます。ということですね。もう一つあってですね、メイクチェックを走らせると、なんかよくわかんないんだけど、システムスタックエラーが大量に起きて、フェイリュアが起きる。いうのがあって、これ何なんだって言うと、これもデバッグプリントを大量にぶち込んでいったら、どうもプリズムの中で、そのプリズムの関数を何度も呼び出しまくっていて、システムスタックエラーが起きる。で、パース Y を指定してテストケースを実行すると普通に通っちゃうんですね。これ何なんだって思って調べていって分かんなかったんで、しばらくネームスペースの開発はずっとパース Y でやってたんですけれども、ある日見つけたんですけど、ブートストラップテストすらテストラクターっていう、落胆に関するテストの中に、笹田さんが書いたコメントで、プリズムパーサーは、ダッシュ O0 でビルドすると、なんかマシンスタックを大量に使うみたいなことがあって、システムスタックエラーをレスキューしているテストコードがあって、なんじゃそりゃっていう話ですね。で、疑いながらダッシュ O3 とかで、最適化オプションを調整してやると、なんかプリズムでも普通に動くようになりましたっていう話で、ちょっと原因はまだ全然わかんないんですけれども、なんかプリズムを使っているときは皆さんも Ruby をダッシュ O0 でビルドしないようにしましょうっていう、なんか、はい、そういう問題です。他にもいろいろあってですね、なんかメソッドキャッシュのちょっと制御
を、すごい苦労しているって話で、これは CC テーブルとかコーラブルメソッドテーブルとか GCCT っていうやつが絡んできて説明にちょっと、まず前段階の説明に10分ぐらいかかるんで、今日話すのは諦めましたっていう話とか、サブクラスのデータ構造をなんで変えたのかっていう話は、このサブクラスのデータ構造がなんであるのかっていう話から始めて15分以上かかるんで、これも諦めましたっていう話とか、はい。あとは、ちょっと一番下に、URL を後で付け加えようと思って完全に忘れてたんですけれど、ネームスペースの中でファイルをロードするときに、どうしたら、その対象のネームスペースをどうやって特定したらいいかみたいな話があったりするんですけれども、これもちょっと話し始めると30分ぐらいかかるんで、ちょっと諦めましたっていう感じです。で、あとやらないといけないことがですね、いろいろありまして、いろいろっていうか、でもそんなに大きくはもうなくって、ネームスペースの管理っていうやつに、さっきスタックを使っているっていう話をしたんですけれど、これではちょっとどうやってもコーナーケースでですね、うまくいかないところがあるっていうのが、もうちょっと見えていまして、なので、この管理をですね、ちょっとコントロールフレームベースで、コントロールフレームベースっていうのは、皆さんがバックトレスとかで見る、一行一行のことですね。あれ、厳密に言うとあれともちょっと違うんですけれど、あれベースの、管理にちょっと変えようと思ってますという話と、あとはネームスペースを GC したときにですね、さっき言ったクラス EXT が、各クラスのクラス EXT が取り残されちゃうっていう問題があって、これもやるだけではあるんですけれども、GC 周りで、ちょっとそこに手を入れないといけないっていう話とかですね。GC 周りで思い出した、GC の構造がですね、Ruby3.4 が出る前にごそっと変わったことがあって、これをリベースしたときはすごい死ぬかと思いましたけれども、はい。ということで、あとは作ったファイル、.so のファイルを消さないといけないとか問題はあるんですけれども、とにかくですね、Ruby の中で大改造が行われると、開発ブランチでリベースするときに死ぬっていう、大きい問題があってですね、本当に、よく皆さんも仕事の開発の時に言うと思うんですけれど、開発ブランチを長くメンテし続けてはいけないっていう鉄則がありまして、もうちょっと僕の手元にある1年6ヶ月ぐらいのですね、ブランチを本当にどうにかしたいっていう問題があるので、ネームスペースは早いとこマジしたいなと思ってますということでですね、デフォルトでは、ネームスペースは使えない、環境変数を指定したときだけ、ネームスペースが有効になるっていう、状況を、ちゃんと作って、ネームスペースをちょっと早いとこ、今のメインラインに、マージしたいなと思ってます。というのは、はい、昨日ちょっと松本さんとも話してたんで、早めになんとかできるんじゃないかなと思ってます。応援してください。はい。で、そのバージョンが Ruby3.5 なのか、4月1日に松本幸宏っていう人がRuby4.0 が今年出ますって言ってて4月1日に言ったことなんですけど、どうなるやらって感じですが、はい。そんな感じで、Ruby にネームスペースを早くマージして、ちょっと皆さんがお使いいただけるようになればいいなと、今は、思っているんですけれどもね、ということです。はい。今日の話はこれで終わりです。ありがとうございました。